こんにちは、なおです。今回は DLC が来る前にやめて最近復帰したよっていう方に向けて大きな変更点にだけ絞ってザクザクっとですね紹介していきたいと思います。詳細について全部知りたいっていう方はですね、ぜひ公式のホームページも合わせてご覧いただけるのがいいかなと思います。なるべく簡単にわかるようにサクッとまとめてありますので、もし気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。それでは早速紹介に入っていきましょう。まずはじめに紹介するのは DLC 第1弾が来た際に追加された新しい武器種仕込みコンについてです。今装備しているこちらですね。この仕込みコン、一言で言うとめちゃくちゃ強い武器です。多彩な武器があるんですけれども、非常に使いやすいものが多く、また連打性能、そしてリーチともにですね非常に優秀で、2を2始めたばかりの人でも非常に使いやすいですね。使い手を選ばない非常に便利な武器となっております。ボタンを長押しするかどうかで技がですね多少変化したりとか、いろいろな違いもありますので、ぜひですねまだ仕込みコン使ってないよっていう方は一度試してみることをお勧めします。次に紹介する新要素はこちら、百鬼夜行絵巻というものが追加されました。簡単に言うと武器、防具、小物以外にもう一つ装備できるものが増えましたよっていうことですね。こちらの絵巻入手したらすぐ装備できるものでは実はないんですね。初めて取得した際はこのようにですね特殊効果が固定部分以外はハテナになっていて、装備することもできません。装備しようとすると絵巻ミッションをクリアしていないため装備することができませんと出ます。絵巻ミッションって何なのっていうとですね、はい、マップ画面からこちら百鬼夜行絵巻の項目選んでいただくと、その絵巻のですね世界に入ることができるんですね。するとですね、このように、その絵巻に設定された敵と戦うことが可能になります。さあ、このように入っていくと、通常のね、ステージとは違って、いきなりボスが出てきます。雑魚敵がね、出てくることもあるんですけれども、そこは絵巻によりけりですね。基本的には、開幕いきなりボスと戦うことができるので、非常にですね、ボス連戦楽しみたい方にとっては、便利なものになってます。そしてこの出てきてくれたボスたちを倒すことによって特殊効果のですねハテナの部分が晴れて初めて装備できるようになります。まずはねこの強敵たちが出てきますので、こいつらを倒していきましょう。ちなみにこちらの絵巻なんですけれども、様々なですね難易度がありまして、当然上の難易度に行くほど特殊効果、ついている特殊効果の数が増えたりだとか、性能がですね高いものになりますので、高難易度に挑まれる際にはですねこの絵巻の力非常に重要になってくるかなと思いますので、ぜひですね皆さんも好みのオプションがついた絵巻を入手した際はこのようにねボスと戦っていただいて、ボス倒して絵巻装備していただければなと思います。さあもうちょっとでこちらマーガラさん撃破ですね。ちなみに今これ使っている武器は先ほども紹介した仕込みコンという武器ですね。はい、これで終了です。でボスを倒したら先へ進むから外へ出ます。はい、するとこのように百鬼夜行絵巻のたたりが払われ装備できるようになりましたと出ます。こちらがね先ほどまでハテナだったものなんですけども、このように装備可能になります。そして最後になんですけれども、こちら固定部分のオプションは変えることできませんが、その下の部分については絵巻をですねどんどんクリアするごとに変更していくことができます。ですのである程度は自分好みの特殊効果揃えることが可能なんですよね。もし余裕のある方は何度も絵巻の世界に潜っていただいて自分好みの絵巻作ってみるのも一つ楽しみかもしれませんね。続いては DLC 第1弾が来たタイミングで行われた強化だったり弱体化について簡単に触れたいと思います。まずは強化された点1つ目、こちら妖怪化ですね。妖怪化の持続時間が全体的に非常に長くなりました。
今までよりも比較的どの行動をとっても長く変身していられるようになりましたので、最近復帰されたよという方はぜひですね、こちらの妖怪化もねまた試してみて、以前と比べどの程度使いやすくなったのかぜひですね確認していただければなと思います。本当に体感ですぐ分かるくらいですね持続時間伸びてますので、ぜひお試しください。続いての変更点としては、みんな大好きこちら大太刀の秘伝書武器である巴吹雪がですね、以前よりもひるみにくくなりました。敵の攻撃を食らっても多少であればね無視して攻撃できるような感じになったので、ぜひこちら好きな方は試していただければなと思います。またそれとは逆に弱体化されてしまった大太刀の武器もあるんですね。それがこちら以前使われていた方多いかと思います。雪月花になります。こちらは先ほどの巴吹雪とは反対に以前と比べてひるみやすくなってしまいました。現状ですと以前と全く同じようにね運用するっていうのはちょっと難しいかもしれませんのでご注意ください。それでもね強い武器であることに変わりはないので、使われる際はね少しだけ注意してみてください。続いて紹介する弱体化されたもの、こちら天元クジャクの守護霊ですね。何が弱くなっちゃったのかというと、その中の守護霊の加護アムリタ九州で構え別の有利効果っていうのがですね、今までだと各種その他のバフと併用できたんですけれども、それがバージョン 1.11 のアップデートによってできなくなってしまいました。ですので天元クジャクが少し弱体化してしまったのは残念ではあるものの、現状ね非常に優秀な守護霊たくさん増えてますので、いろいろね試してみるといいかもしれません。次が DLC 第1弾での変更点最後になります。武家のホンダが弱体化されてしまいました。以前ほど武器のダメージが伸びなくなってしまったんですね。ただし被ダメージ半減無傷っていう方については弱体化はされてませんので安心してください。それでもねまだ有能な武家ではありますので、今見ていただいた通りこのようにね所属人数も非常に多いものとなってますので、もし武家ホンダ選ばれる方いらっしゃいましたら、そこだけ変更されたよという風に覚えていただければなと思います。ここからは DLC 第2弾が来たタイミングで追加されたものの紹介をしていきたいと思います。まず1つ目はこちら、新しい武器種であるテコが追加されました。非常にですねスタイリッシュでかっこいい武器となっております。先ほど紹介した仕込みコンよりはね若干中級者上級者向けの武器かなっていう気もしますが、使いこなせれば特に人型に対してですよね非常に強い効果を発揮しますので、ぜひですね興味ある方はこちらのテコを試してみることをおすすめします。連続して攻撃をガンガン当てていくことでテコのねこの攻撃力がアップしていくなんていう、今ねこの赤く光ったと思うんですけども、こういった特殊なバフがもともとねその武器に内蔵されているというか、そういったものがあるので、敵の攻撃をガンガン回避してどんどん攻撃していきたいっていう方にはですね非常におすすめな武器となっております。人間相手に特に威力を発揮するこちらのテコをぜひ一度お試しください。続いて紹介する DLC 第2弾での追加要素はこちら、難行の石になります。社の中の項目からねこのように選ぶことできるんですけれども、これにより小物を強化することができるようになりますが、そのためにはですね強化された敵と何回か戦う必要が出てくるんですね。手順を簡単に説明したいと思います。やり方はまずは強化したい小物をこのように預けます。次に難易度を選択するんですね。ご自身に合った難易度を選択してください。私の場合だと今だと仁王の夢路ですね。こういったのを選択します。そして次に難行の石を受領すると。はい、今右の方にアイコン出てますよね。これが難行状態になります。この状態で敵を倒しまくることで達成度が溜まって小物を強化できると、そういった仕組みになります。せっかくなのでね今ゲージをマックスまで貯めてみましょう。はい、ということで難行のゲージをマックスまで貯めてみました。色が青くなってちょっとね変わってるのがわかるかと思います。この状態で社を拝んでこの難行の石のとこですね
ちなみにマックスまでゲージが溜まるとこのようにびっくりマークつきますので、これでも分かります。そしたらですね、この供養するっていうのを選ぶんですね。ゲージをマックスにするまでこちら選ぶことはできないんですが、このように達成度がね100まで溜まると供養するを選ぶことができるようになります。でこれを選んで難行の石を供養すると、で説明文皆さん返してもらえますかと出ますので、はいってすると、はい、このようにですね、今プラス値が117から118に上がりましたよね。このように小物を強化していくことが可能になったと。今装備している小物をどうしても強化したいっていう方は、この難行の石、こちらを使ってぜひ試してみてください。続いての変更点はこちら、鍛冶屋の鍛造で出現する装備の特殊効果について、アプリケーションを終了して同じ手順でやり直しても結果が同一になるように変更になったと。簡単に言うと、オンラインストレージのバックアップを利用して何度もね鍛造をやり直して自分の気に入ったオプションをつけるっていうのができなくなりましたよっていうことですね。ただですね、それは確かにできなくはなったものの、現状はいろんなアップデートのおかげでミッション中にドロップしたアイテムの方がいいオプションがつきやすくなったんですよね。ですので現状は鍛造にあまりこだわらずにミッション内でたくさん装備を入手して、それを使った方が効率よく強力な装備入手できるようになってますので安心してください。さあそれではここからはいよいよ最後の DLC である DLC 第3弾での変更点についてざっくりと紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、奈落獄というものが追加されました。こちらは前作でいう無剣獄に近いようなエンドコンテンツになってますね。非常に難易度は高くなっておりますので、プレイする際はご注意ください。どんなものかというと簡単にねちょっとお見せしたいと思います。まずはこのように自分が開始したい階層を選んでスタートします。まず初めて奈落獄に来た際はこの人にですね話しかけていろいろ説明を聞いてみてください。それでねある程度のことはわかるかなと思います。そして冥府の瑠璃という特殊なアイテムを集めて各項目をですね強化しつつ進んでいく、これが奈落獄の楽しみ方になります。実際ねじゃあどんな感じなのかちょっとだけねお見せしましょう。はい、こっち来てこの船頭さんに話しかけて奈落獄へ出立していきます。基本的な進め方はまずはこのようにですね、ミッション内を探索して地蔵小玉を探すところになります。地蔵小玉って何なのっていうとですね、今皆さんにお見せしましょう。はい、このようにですね、通常の小玉とは少し違ったやつらがマップにですね全部で4体いるんですね。まずはこのようにマップに最大4体いる地蔵たちを集めてバフ効果を得ます。これは得れば得るほどこちらが強くなってこの後向かうボス戦で有利になりますので、できることなら4体集めることをお勧めします。今回はとりあえずね1匹でいきますが、これで地獄へ進みますと。さあするとですね、このように奈落獄地獄というですねボスと戦うマップへ到着します。ここでボスを倒すことによって奈落獄1階層をクリアになるんですね。はい、1階層目のボスはどうやらバートゥメズキのようですね。こちらは奈落獄地獄っていう場所エリアになるので、先ほど取った地蔵小玉のねバフ効果が常に得られている状態になります。私の場合は今ね攻撃力がアップした状態になってるんですね。はい、このように倒してアイテムもゲットして、でこっからですね、こっから注意してください。こっちの小玉がついていない方光を選ぶと奈落獄から脱出します。やめたい場合はこれで出て OK です。もし次の階層に行く際はこちら小玉のついている光の方ですね、こちら選ぶと次の階層へ行けると。はい、するとまたランダムで選ばれたこういう通常マップ来ますので、ここで先ほどと同じように最大で4体いる地蔵小玉を自分の満足いくまで探して、その後ボスに挑むっていうのを繰り返してどんどん進んでいくのが奈落獄というコンテンツの楽しみ方になります。手に入る装備だったり絵巻非常に強力なものにはなるんですけれども、その分敵も非常に強いものになるので、奈落獄遊ばれる際はそこだけね注意してみてください。
続いて紹介する DLC 第3弾での追加要素は、全部の武器種に新しい武器が追加されたということですね。はい、非常に多くあるんですけれども、それぞれに大体ですね、2個か3個ぐらいですね、新しい武器が追加されております。例えば、こちらの仕込みコンに追加された新しい武器では、こちら、竜虎天地という技ですね。こういったのが追加されたりだとか、大太刀の場合は、裏雪月花という高速で撃てる雪月花が追加されたりと、新しく追加されたこれらの武器についてもっと詳しく知りたいっていう方はですね、説明欄に私の作った動画の URL 貼っときますので、そちらを見ていただければね、全ての武器種の新しい武器について詳細まで説明しておりますので、参考にしていただければなと思います。ではこれが最後になりますね。なんと DLC 第3弾では鍛造でこちら神木の霊石炭が作れるようになりました。必要素材は霊石炭のかけら10個、そして神器のかけら99個、こちらを使用することで神木の霊石炭というですね、霊石炭の中では一番レア度の高いもの、こちらが作れるようになります。この神木の霊石炭が鍛造で作れるようになったので、実質ですね、この両木の霊石炭だったり名木の霊石炭は特に必要なくなりました。両木の霊石炭や名木の霊石炭は持っていなくても、神木の霊石炭でこのようにね、代用することできますので、今まで以上に焼き直しが非常に便利になったということですね。こちらはですね、悟りの夢路に到達以降にできるものになるので、そこだけ注意してください。今まで以上に焼き直しやりやすくなってますので、ぜひこちらも活用してみてください。以上、簡単ではありますが追加要素についてまとめて紹介させていただきました。もしもっと詳しく知りたいっていう方はですね、各項目について私個別の動画も撮ってますので、そちらも参照していただければなと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録、そして高評価ボタンもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。